皆さん、こんにちは。みやです。今日も私の動画を見に来てくれて、本当にありがとうございます。今日は、私の YouTube のコメント欄に、大学生活についてお話ししてほしいですっていうコメントがあったので、これから私の大学生活についてお話ししていこうと思います。まず私は今大学2年生です。これはこの前のエピソード1で自己紹介でお話ししましたよね。で、日本の大学は学部と学科に分けられるんですけど、私は歯学部歯学科に所属しています。歯学部歯学科では歯のことについて学びます。将来は歯科医師の免許が取れる学部です。で、私は今2年生なので、あと4年間大学に通う必要があります。合計6年間学ぶんですよ。長いですね。で、私は大学の近くに住んでいるので、歩いて通学しています。私の他には自転車や車を運転して通学している人や、電車とかバスに乗って通学してくる人もいます。私は朝が苦手なので、あんまり早起きできないんですけど、歩いてでも通える距離に住んでいるので、本当に良かったなって思っています。遠いところに住んでいたら遅刻ばっかりしていたかもしれません。良くないけれど。で、大学はですね、だいたい午前中に2コマ、午後に2コマ、合計4コマの講義があります。でもたまに5講義の時もあれば、1講義しかない時もあるし、日によってバラバラです。で、1講義につき90分間講義があります。90分皆さん長くないですか？私はすごく長く感じます。早く終わらないかなとか考えちゃったりしています。で、お昼休みは1時間あります。お昼の12時から1時までです。だいたい友達と一緒に大学の食堂に行ってご飯を食べたりします。で、たまにコンビニに行ってお弁当とかおにぎりとかを買ったり、あとお金を節約したいときは、家でご飯を作ってお弁当にして持ってくることもあります。で、たまに空きコマの時があるんですよ。空きコマっていうのは授業のコマ、講義がないっていう意味なんですけど、講義がなくて自由時間が多い時には大学の近くのご飯屋さんに友達と行って食べに行ったりします。近くにはなんかうどん屋さんとかマクドナルドとかがあるのでよく行きます。で、授業が終わった放課後は日によって全然違うんですけど、だいたいアルバイトをしたり、あとは大学のサークル
の活動に参加したり、友達と遊びに出かけたり、お勉強したりしますね。サークルの活動っていうのは、大学の、クラブ活動って感じです。で、私は、ダンスサークルに入っています。ヒップホップとか、特に K-POP のダンスが好きで練習しています。私のダンスサークルは週に1回しかないので、すごく楽ですね。でも、野球とかサッカーとかいろんなサークルがあるんですけど、週に3日練習していたりとか、すごく忙しそうなサークルも多いです。で、私たちのそのダンスサークルは、大学で1年に一度学祭っていうものがあるんですけど、その学祭でダンスを披露する機会があります。なので、ダンスの練習が学祭の前は増えるんですよ。だからその期間はすごく忙しいです。実は今、私の大学の学祭結構直前で、今猛練習中です。実は今日も練習に行ってきました。偉いでしょうそうですね。でもすごく大変だけど、先輩とか後輩とか同期の友達とすごく仲良くしているので、とっても楽しいです。楽しんでます。さあ、私の大学生活こんな感じでしょうか。もちろんレポート書いたり、頻繁にテストがあるので、それに向けて勉強したり、たくさん勉強していますよ。ちゃんと。こんな感じでしょうか。聞き取れましたか？今回の日本語は。またぜひぜひコメントで教えてください。学生の皆さんも、働いている皆さんも、この今を全力で楽しみましょうね。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。さて、おまけなんですけど、日本の大学のシステムについて軽く紹介したいと思います。日本の大学は先ほど説明したように、まず学部が分かれています。学部っていうのは、医学部とか歯学部、薬学部、文学部、法学部、工学部、理学部とかいろいろありますよね。それがまず学部です。で、その学部がさらに細かく分かれているんですけど、それを学科と言います。例えばなんですけど、もし医学部だった場合、お医者さんになるための医学科と看護師さんになるための看護学科の2つが大体あります。医学部医学科と医学部看護学科。こんな感じで専門性に分かれて大学でお勉強するんですね。はっきりは分からないんですけど、アメリカとかの大学は、歯医者さんの場合は、2年間一般教養を学んで、そこから専門の歯学部
っていうものがスタートするみたいな話を聞いたことがあります。でも日本はそういう形はとっていなくて、もう最初から学部と学科に分かれて、専門的なものに分かれていますね。だから日本の学生は大学に入る前にあらかじめ自分が入りたい学部と学科を決めておきます。で、もちろん大学によっても違うんですけど、さらに学部と学科でも入学するために必要な受験の方法が違うんですね。なので、その自分が入りたい学部学科の受験の方法に沿ってお勉強をして受験をしてその大学に入学するという形をとっています。すごく私はあまり他の国の大学のシステムについてはよくわからないんですけど、日本はこんなシステムをとっています。もし自分の国の大学に詳しいよっていう人がいたら、ぜひ教えてくれたら嬉しいです。すごく興味深いですよね。おまけのコーナーも理解してくれましたか？大丈夫ですかね？ぜひ質問とかもコメントで送ってください。じゃあ、またねー。バイバーイ。